はい、皆さんこんにちは、筋肉旅です。私は今、新千歳空港国際線ターミナルに来ております。で、今回なんですけど、チェジュ航空に乗って、ソウルインチョン空港まで向かいたいと思います。で、今回国際線の LCC も初めての利用になります。で、結構近い距離なんで LCC でも、乗ってみますかということで今回乗ってみることにしました。で、実際需要も高い路線らしいので、どのような、感じのフライトになるのかっていうのを余すところなくお届けしたいと思います。で、今回これから、ソウル、2泊3日で行ってくるんですけれども、短時間でも楽しめるのかということを一緒に合わせてお届けしていきたいと思います。それではカンジャンケジャン食べ行ってきます。レッツカンジャンケジャン。まだ出発の時間じゃないんで人はそんなにいないですね。で、デパーチャーはどうやら上みたいですね。で、今日の、フライトスケジュールになってます。で、私乗るのが、14時の16時ですねのソウルインチョン行きになります。で、カウンター B の4から B の7ということで、68番ゲートから出発のようです。で、中国系の便ですねがまだキャンセルが多いですね。でも韓国だとか、台北とかその辺りはだいぶ戻ってきてるみたいです。はい、出発フロアのところまで上がってきました。まだ、搭乗便ないんで時間ちょうど空いてる時間なんですごい空いてますね。で、事前にちょっとブログ、北海道の方のブログ見せてもらったんですけど、チェジュ航空のチェックインかなり混むらしいんですよ。で、2時間半前からの出発らしいので、時間ちょっと早めに来て待ってたいと思います。チェックインカウンターこの辺りになりますね。で、まだだいぶ時間あるんで誰もいません。ということでちょっと散策して時間潰したいと思います。はい、ここのラウンジなんですけど、チェックインする前でも搭乗の予約の画面でも入れましたね。なんで国際線で時間ある人ここに来てるのもありかもしれないです。ということでもう少しでチェックインなんで向かいたいと思います。はい、なんかドラえもんのなんていうんですか、アミューズメントっていうんですかのとこ越えたらもうすぐ国際線のとこですね。で、ツルハとかあるんでちょっとここでいろいろと買えるみたいです。はい、ということで、国際線ターミナルに到着しました。これから少し時間あるんですけど並んでチェックイン待ちたいと思います。はい、で、日本語選択できるみたいなので日本語いきます。で、手荷物制限も OK です。OK です。インチョン。はい、チェジュ航空チェックインしました。で、私今回預け荷物もないので、自動チェックイン機で本当スムーズにできました。で、今画像も上げましたけど、日本語の選択もできて非常に分かりやすいです。で、パスポート読み込みできるんで入力いちいち打つ必要ないんでただ確認だけをして、チェックインするような形です。で、僕事前に座席指定してるんで、座席指定する手間もなく、スムーズに、チェックインできました。ということで、ちょっと早いんですけどもう保安検査くぐって、出国したいと思います。13時56分、出国審査および保安検査終了しました。で、今新千歳だいぶお客さん戻ってきてるんですけど、保安検査のレーン今まだ1レーンしか空いてないんで、出発便かぶさる時間は結構並んでます。で、今ちょうど並び始めたぐらいの時間で僕大体超えるまで15分ぐらいで抜けれました。で、新千歳利用の予定の方、国際線利用の方は、早めに、保安検査通過した方がいいと思います。ということで、免税店回って、カードラウンジの方に向かいたいと思います。国際線だと中にこういうフードコートあるみたいなんですよね。で、お寿司カンタロウって函館の回転寿司屋さんなんですけど、そこもありますね。ただここのカンタロウ回るカンタロウじゃないです。でもだいぶやっぱりまだ国際線中国の人来てないんで、まだやっぱその辺大きいんですかね。半分ぐらい閉まってますね。はい、
こんな感じでした。ちょっと寂しいっすね。まだこの66の上のところにノースラウンジってあるんで、これクレジットカードで使えるところなんでちょっと行ってみたいと思います。で入り口はなんかこんな感じで、はい、はい、今、国際線のカードラウンジに来てますね。すごいです。もう全然人いないです。搭乗の人はほとんど外国人ですね。いるの海外の方ばっかりです。でもうほんとこんな感じですごい広くて、はい、すいません。もうやっぱり早速出発なんでちょっと有料だったんですけど1杯、ハイボール飲みたいと思います。いやーいいっすね。新千歳のラウンジものすごいもう静かでいいです。ここ、はい、じゃあ弾丸旅行行ってきます。最高、幸せです。はい、15時25分、カードラウンジ出ました。ということでまもなく搭乗時間になります。搭乗ゲート向かいたいと思います。はい、搭乗手続き終わりました。でこれから機内に乗ってきます。いやいよいよ初めて上陸するカンナムスタイルです。いや新千歳空港初めてです。国際線ね。でこっち見たら、はい、この間台湾行く時に乗ったスターラックスさんのありますね。なんかいいっすね。はい、もう今から楽しみです。でちなみに今回、チェジュ航空で事前予約で、機内食予約してます。はい、ソウル行きのインチョン行きの、チェジュ航空、登場しました。で今回私選んだ座席なんですけどバルクヘッドの 2F ですね。こういう感じです。でやっぱ一般的な LCC のバルクヘッド的な広さですね。一応隣の方来てもまあなんとかトイレに行くに困らないぐらいな広さはあります。で中に入ってるシートですね。で今回、使用する機材は、ボーイング737-800で、まあ、JAL でもよく使う機材ですね。はい、でまあチェジュさんの、機内食の販売だったりだとか、あとは機内販売の、案内ですねになります。で座席は若干ちょっと古めですね。なんかボーイング747の頃ぐらいなシートな感じです。で乗られてる方は、ほとんど韓国の方が多いですね。でまあ聞いてるとほとんど、韓国語のアナウンスがメインになってます。はいですね。でまあ外こういう感じで、まあ、隣、台湾行きのエバー航空があったりします。で今回あれですかね、サンリオのペイントみたいです。Thank you for your cooperation. 안전지상 상황이 발생하면 현재 착용하고 있는 안경 마스크를 Thank you, bye. はい、インチョン到着しました。初めてですね、韓国。なんかてかインチョンめちゃくちゃでかいです。すごい広いですね。しかも綺麗ですね。さすがアジア有数のハブ空港って感じですね。すごい立派だね。はい、19時05分、インチョン到着しました。はい、定刻よりもですね、20分ぐらい早く、現在、19時09分、韓国、インチョン国際空港に到着しました。で今回なんですけど、
チェジュ航空に乗りまして、新千歳空港から、韓国のインチョン国際空港までやってきました。乗客はほぼ満席ですね。でほとんど9割ぐらいも韓国の方です。でも機内の中の放送ですね、日本語話せる方もいましたし、日本語のアナウンスもあって良かったです。ということですごい快適でしたね。あっという間に着きました。機内食も本当に、シートベルト着用サイン消えてもすぐ配られました。でもあっという間に食べてもう眠たくなっちゃったんで寝てたら、着陸態勢に入って到着した感じです。ということで、これから、高速列車に乗ってソウルの街中に出ていきたいと思います。今回の動画はここで終了したいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。それでは韓国の街中へレッツゴー。